阪に出張するときに私のところに来てください。大阪に行ったときに A 社にも訪問してください。大阪に行くときに東京駅から新幹線に乗りました。大阪に行ったときに財布なくしたんです。時の使い方。この文法は本当によく使う文法ですよね。でも皆さん、正しく使えていますか？さっきの例をもう一度見てみましょう。大阪に出張するときに私のところに来てください。大阪に行ったときに A 社にも訪問してください。大阪に行くときに東京駅から新幹線に乗りました。大阪に行ったときに財布なくしたんです。この4つを見て少し違うのがわかりますか？大阪に出張するときに私のところに来てください。大阪に行くときに東京駅から新幹線に乗りました。この文章は時の前が動詞の辞書形です。大阪に行ったときに A 社にも訪問してください。大阪に行ったときに財布なくしたんです。この文章の時の前は他形、過去形です。私のところに来てください。A 社にも訪問してください。この2つは他形ではないので過去ではありません。新幹線に乗りました。なくしたんです。この2つは他形、過去形です。辞書形プラス時、他形、過去形じゃない。他形、過去形プラス時、他形、過去形じゃない。辞書形プラス時、他形、過去形、他形、過去形プラス時、他形、過去形。では、時の使い方を詳しく説明します。すべての例文を今、6月22日だと思って聞いてください。大阪に出張するときに私のところに来てください。辞書形プラス時、他形、過去形じゃない場合です。7月3日に出張します。7月3日に飛行機に乗りますから、7月3日は会社に行きません。出張前に会社に行くのは7月2日です。出張する直前の7月2日、社長のところに行きます。私は社長です。社長のところにもまだ行っていません。時にの前も文末も辞書形、他形、過去形じゃない場合は、どちらもそれをする前です。時にの前が辞書形の場合は直前です。それをするその時なので、すぐ前にするという意味になります。では次です。大阪に行った時に A 社にも訪問してください。他形、過去形プラス時。他形、過去形じゃない。7月3日に大阪に行きます。その後で A 社に行きます。A 社に行くのはもちろん大阪にいる間です。訪問してくださいは他形、過去形じゃありません。今、6月22日だから、まだ大阪には行っていません。ですから、他形、過去形にはしません。大阪に行ったとき
はもう行った後の話をしています。実際は今6月22日なのでまだ行っていませんが、大阪に行った後に A 社に訪問してくださいとお願いをしています。では次。大阪に行くときに東京駅から新幹線に乗りました。辞書形プラス時。他形、過去形。6月2日に大阪に行きました。大阪に行くときは、まだ大阪には行っていません。行く直前です。大阪に行く直前に東京駅で新幹線に乗ります。大阪に行ったのは6月2日です。今6月22日です。大阪に行ったのは過去ですね。だから文末は他形、過去形になります。では次です。大阪に行った時に財布なくしたんです。他形、過去形、プラス時。他形、過去形。6月2日に大阪に行きました。大阪に行った後で6月4日に財布をなくしました。大阪に行ったのはいつですか？そう、6月2日ですね。財布をなくしたのは6月4日ですね。今は6月22日ですから、財布をなくしたのは過去です。だから文末も他形、過去形です。まとめます。A するとき B をするときにはまだ A をしていません。B の後で A をします。A したとき A をした後で B をします。A のとき B する。話しているときにはまだしていませんから B は未来です。A のとき B した。話しているときにはもう終わりましたから B は過去です。ではおまけです。しているとき〇〇。例えばご飯を食べています。その時に電話がかかってきます。ご飯を食べている時に電話がかかってきました。これは基本なので、この基本から応用できるように基本を覚えておいてください。